車を発射。プリミティアプレイヤーエールです。今回は電動戦車を作ってみようと思います。バッテリーとモーターをうまく使って運転席から砲塔を動かしながら砲撃できるようにしようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは戦車の車体部分からですね。以前作った電気自動車を解体してスムーズに前後に進む方向を切り替えられるように組み直しましょう。こんな感じで2つのモーターの軸をつないだら、さらにその横にベアリングの軸を追加しましょう。こちらを電気を通さない木でつなげれば、それぞれのモーターに電気を流すことで回転方向を変えられるようになります。フレームに仕組みを組み込んだら、バッテリーでモーターに触ってちゃんと動くか確認しましょう。1本のバッテリーだと回転はゆっくりですね。もっとバッテリーを増やしてみると、いい感じの勢いで回転しています。これなら私が乗っても走ってくれそうですね。運転席から動かせるようにバッテリーとスイッチを配置していきましょう。最後に箱型の運転席をつければ、よし、車体部分が完成しました。早速乗ってみましょう。レバーを前に倒すと、よし、前に進みました。反対に後ろに倒すと、ちゃんとバックしてますね。片方のモーターが逆回転させられているので、それが抵抗となって若干スピードは落ちていますが、戦車の速度としてはこれくらいで十分です。電気が流れていない方のモーターは移動中は発電しているはずなので、その電気を無駄にしないようにモーターからバッテリーの充電側に電気の流れる方向を固定するオーテックを挟んで充電する回路を追加しておきました。こうすることで走りながら充電するのでバッテリーの消費が減るはずです。ちゃんと発電した分は充電されているみたいです。バッテリーからモーターに流れた電気もバッテリーに戻ってしまっていますが、とりあえず動いているのでよしとしましょう。ここからは砲塔を動かす仕組み作りです。2つつなげたモーターを砲塔を横回転してくれるように車体の上に取り付けた後は、その上にゴムを挟んで絶縁しながら3つのベアリングを取り付けましょう。これが砲塔が回転しても機能する回路になります。ここからさらに2つのモーターをつなげたものをくっつけましょう。この間の軸が砲塔の縦回転の動きをします。上下に動きすぎないようにゴムを使って可動範囲を狭くしておきましょう。そして横にベアリングの軸とベアリングをつけることで発射用の回路も追加しました。こちらに古代の合金の細い棒とベアリングのガーリンと軸を組み合わせて砲塔が回転した時にぶつからないように回路を組んでいきましょう。ちなみに上の方から順番に発射用、下回転、上回転、左回転、右回転の5つの回路になります。スイッチの方はベアリングのバネを2つ組み合わせたレバーを前後左右に動かすことで、それぞれ4方向の回路に通電して砲塔の操作ができるようにしました。動かす用のバッテリーはあまり激しく動かないように1本にしています。よし、砲塔回転用の仕組みができたので動かしてみましょう。ちゃんとレバーを倒した方向に合わせて砲塔が回転してますね。ちょっと引っかかることもありますが、回転しても回路が切れることなくしっかり動いてくれています。発射用の回路は砲塔を動かす回路とは別に駆動用のバッテリーにつながるように作りました。これで運転席の前のレバーを前に倒すと砲身に大きな電流が流れます。わかりやすいように砲身の先に LED をつけていますが、ちゃんと5つの回路が別々に動作してくれている
わかるんじゃないでしょうか。次は、戦車砲を発射する仕組みを作りましょう。こんな感じで、木の板の上に、火薬と松ぼっくり、タングステンを組み合わせた、弾をつけたら、板の下から、火薬に接着するように、タングステンを貼り付けます。そこに配線をつけましょう。火薬の後ろには、反動を抑えるための傾斜も忘れずにつけておきます。発射するときは、こうやって電気を流せば、タングステンの熱が火薬に伝わって、弾が発射されます。火薬が爆発するとき、前の松ぼっくりに引火しているので、この弾は発射した後に爆発するようになっています。爆発までのタイミングが早すぎるので、松ぼっくりの数を2つから3つにすることで、よし、遠くの的に当たって爆発して、ダメージを与えることができました。こちらを、砲塔を回転させる仕組みに取り付けましょう。発射用の回路もつなげたので、こうやって動かしながら、狙いたい方向に向けて、発射用レバーを前に倒せば、発射できました。でも、砲塔を動かした後、うまく止めることができないので、かなり狙いづらいです。それでも、運が良ければ、よし、木の葉っぱに当てることができました。これで戦車に必要な仕組みができたので、仕上げに外装を追加していきます。あまり重くなりすぎないように、木の板を材料に、戦車っぽく飾り付けていきましょう。よし、装甲はできたので、キャタピラっぽい飾りも取り付けていきましょう。これがあると、かなり戦車っぽさが増しますね。最後にアンテナをつけたら、電動戦車の完成です。細かい部分は作っていませんが、なかなか戦車っぽくできたんじゃないでしょうか。早速隙間から乗り込んで、動かしてみましょう。発進。走行の重さに負けず、ちゃんと走れてますね。前後の移動は問題ないみたいです。このまま狙いやすそうな草の前まで移動して、撃ってみましょう。砲塔を回転させて、撃ってみると、当たりませんね。やはり、砲塔回転用のレバーを止めると、滑って方向が変わるので、なかなか当てるのは難しいです。よし、やっと当てることができました。引火して燃えてますね。燃え移らないように逃げましょう。では次は、ザゴキャラトリオのところまで移動して、それを狙って撃ってみましょう。果たして当てることはできるんでしょうか。ある程度近づいて、狙いを定めたら、戦車砲、発射ちゃんと弾が当たって、爆発で2体を吹き飛ばしました。あと1体残っているので、戦車で敷いてしまいましょう。おりゃー。しっかり敷くことができました。今度は前方向から見てみます。しっかり狙って、発射1体に命中して、破壊してくれました。まだ2体残っているので、戦車で突撃しましょう。突撃体当たりはなかなか強力ですね。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。走行の隙間からしか前が見えないので、運転はしづらいです。特に、戦車の砲塔の回転は、レバーを動かして、止めるところまではいいんですが、止まってから方針の重さや、ベアリングの謎の力で、勝手に動いてしまうので、正確に狙うのは大変です。それでも、なんとか方針をザゴキャラに向けて、発射用のレバーを前に倒せば、よし、弾が当たった後爆発して、3体のザゴキャラをまとめて倒すことができました。なかなか運が良かったですね。ザゴキャラを相手にするのはこのくらいにして、巨大スライムのところまで移動しましょう。よし、なんとか移動できました。それでは、最後はこちらの巨大スライムを狙って、戦車で攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。ある程度移動して近づいてから、弾を発射すると、外してしまいました。やはり当てるのは難しいです。それでも、
思い切り接近して撃つことで、当てることができましたが、相談数が一発しかないので、ダメージが足りず、倒すことができません。何度も挑戦している中で、体当たりでもダメージを与えられることが分かったので、先に体当たりして、足りないダメージを補いましょう。当たっているのは火の板ですが、重量が重いせいで、意外と効いています。そろそろ弱ってきたので、最後の一撃を食らわしましょう。いきますよー。吹っ飛べー。やったー。746ダメージ。巨大スライムを倒しました。体当たりで与えておいたダメージのおかげで、なんとか砲撃でとどめを刺すことができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、電動戦車さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、また